皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2023年第3回レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報や製品化される可能性がどのぐらいあるかなどを分かりやすく説明します。今回のレビューは進出作品が多いためいくつかの動画に分けて紹介しますので、ぜひ全部ご覧ください。かつてニューヨークのマンハッタンに存在したワールドトレードセンターのツインタワーとビスタインターナショナルホテルです。ビスタインターナショナルホテルは建設中です。ツインタワーを見上げるアングルが素晴らしいですね。広場も再現されています。一番上は取り外し可能です。ワールドトレードセンター参考情報。ワールドトレードセンターはニューヨーク市ローワーマンハッタンに存在した高層ビルの集合体です。その中で最も有名な2棟のビルがツインタワーで、北タワーはアンテナ部分を含めると高さ527メートルでした。完成当時は高さ443メートルのエンパイアステートビルを追い抜いて世界一高いビルとなりました。ワールドトレードセンターの主任建築士は日系アメリカ人の稔山崎氏が担当しています。ワールドトレードセンターで発生したテロ事件について簡単に説明します。1993年に地下駐車場で爆破事件が起き、6名が死亡し、建物も深刻な被害を受けました。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件では、テロリストにハイジャックされた2機の旅客機が北タワーと南タワーの両方にそれぞれ突入し、ビルは崩壊。その後アフガン紛争が勃発しました。ワールドトレードセンター跡地はすでに再開発されており、現在は高さ541メートルのワンワールドトレードセンターが建っています。製品化される可能性はどのぐらい？ツインタワーはニューヨークを代表するビルでしたが、テロ事件で攻撃され崩壊しました。このような経緯からレゴグループがあえて今から新商品として発売する可能性はゼロだと言えるでしょう。それから最近は発売されていませんが、高層ビルはレゴアーキテクチャでかつて製品化されていたシリーズですので、その意味でも審査に通過する可能性は極めて低いと思います。コララインのピンクパレスアパート。2009年公開の 3D ストップモーションファンタジーアニメ映画「コララインとボタンの魔女」で主人公のコラライン一家が住むことになった築150年のピンクパレスアパートです。ピース数は上限いっぱいの2999です。主人公のコラライン、母親のメル・ジョーンズ、父親のチャーリー・ジョーンズ、ボビンスキーのミニフィギュアが付属しています。製品化される可能性はどのぐらい？コララインのピンクパレスアパートは別のデザイナーの作品が2020年第1回レビューにも進出しましたが、結果は不合格でした。この建物は高級感あふれる屋敷ですが、ピンク色というのがユニークですね。しかしこの映画の現在の話題性がそれほど高くないと思われることと、若干ポジションが近いフォーカス・フォーカスの魔女の屋敷が最近製品化されていることから、本作の審査通過は簡単ではないと思います。グッドオーゲルの庭。庭師のオーゲルが4種類のおすすめの観葉植物を紹介する作品です。オーゲルというのはレゴのアルファベットを入れ替えて作ったアナグラムです。4種類の花を紹介します。セントポーリア。英語名はアフリカンバイオレット。日本では直訳でアフリカスミレとも呼ばれます。ケニア南部とタンザニア北部の山地に生息する花です。シマシマゼブラ。英語名はゼブラカクタス。日本では直訳のゼブラサボテンとも呼ばれます。南アフリカ原産のアロエ科の多肉植物で、とても人気のある観葉植物です。ワタスギギク。英語名はラベンダーコットン。キク科の植物で過去には薬草として栽培されてきました。アラビスアルピナ。英語名もアラビスアルピナで、マウンテンロッククレスとも呼ばれます。クレスというのはアブラナ科の植物を幅広く指す言葉です。200万年前の小アジア、主に現在のトルコ東部が起源で、ヨーロッパ、アフリカ北部および東部、東アジア、北米などに生息しています。
製品化される可能性はどのぐらい？本物と違い手間がかからない観葉植物で、ぜひ部屋やオフィスに飾りたいところですが、ボタニカルシリーズはレゴアイコンズですでにレギュラー化されており、新商品も積極的に投入されているので、本作がレゴアイデアから製品化されることはないと思います。シティバーガー、モジュラービルディング風のハンバーガー屋です。2階はケバブレストランで3階はティールーム。線路の上に立っているユニークな建物です。ハンバーガー屋でパテを焼いているところです。レジカウンターにはタッチパネルが導入されています。製品化される可能性はどのぐらい？本作の作者はモジュラービルディング風の作品を多く公開しているレビュー常連の方です。今回の作品もとても素晴らしいですが、レゴアイデアからはほぼ間違いなく製品化されないジャンルなので、今回も審査通過は難しいでしょう。デスクトップロックンロール、動く仕掛けのついたジュークボックスです。ジュークボックスの中に架空の従業員が住み着いています。リクエストが来るとレコードをかけるのが彼の仕事です。ジュークボックスからダンスフロアが飛び出す仕組みです。飛び出したダンスフロアにはダンサーが回って踊る仕掛けがあります。製品化される可能性はどのぐらい？ジュークボックスはこれまでのレゴアイデアレビューでは見たことがない作品ですね。Bluetooth で音楽が演奏できればさらに楽しいセットになりそうです。ただし音楽系とミニフィギュアが踊る仕組みという点では、最近発売された BTS ダイナマイトと特徴が似ていますので、審査通過は簡単ではなさそうです。ビリー・アイリッシュのハピアーザンエバー。アメリカの人気シンガーソングライタービリー・アイリッシュの曲ハピアーザンエバーがテーマの作品です。ミュージックビデオに出てくる部屋を再現しています。作品全体を見ると古いラジオの形をしています。裏側はスタジオになっており、プロデューサーである兄のフィニアス・オコネルのミニフィギュアが見えます。製品化される可能性はどのぐらい？人気歌手のビリー・アイリッシュがテーマなこともあり、本作はレビュー進出スピードがかなり速かったです。音楽関連の作品は BTS 以降エントリーが増えましたが、しばらく製品化はされないような気もします。審査通過の可能性は 50-50 でしょうか。フィニアスとファーブ。ディズニーアニメフィニアスとファーブで、フィニアスとファーブと家族が住む家です。建物内部には部屋も作られています。作中では庭の木の下でくつろぐフィニアスとファーブがよく描かれます。赤い髪の毛がフィニアスで、緑がファーブです。一緒にいるカモノハシのペリーは普段は2人のペットですが、実はスパイ組織のエージェントとして活動しています。フィニアスとファーブってどんなアニメ？フィニアスとファーブは2007年から2015年にかけて放送されたアニメです。アメリカの架空の州3つの州に住むフィニアスとファーブという天才義兄弟の発明品で巻き起こる騒動を描くコメディ作品です。クールキャラのフィニアスとファーブ、その2人に翻弄され大騒ぎする姉のキャンディス、その対照的な姿が面白くて笑わずにはいられないのです。フィニアスとファーブは毎回ユニークな発明品を作ります。火星へのポータル、空飛ぶ未来の車トゥデイ号、宿敵ハインツ・ドゥ・フェンシュマーツ博士と発明品、登場人物のミニフィギュアも付属しています。製品化される可能性はどのぐらい？本作のデザイナーはプロフィールによると15歳で、今回初のレビュー進出です。フィニアスとファーブは2023年第2回レビューに2つの作品が進出しており、現在審査中です。フィニアスとファーブはレゴブロックではこれまで一度も製品化されたことがないので、その点では有利だと言えます。先にレビューに進出した2作品はそれぞれカモノハシペリーとドゥ・フェンシュマーツ博士の会社の建物単体の作品なので、もしレゴアイデアから初めてフィニアスとファーブを製品化するなら、主人公の2人の自宅の方が採用される可能性が高いと思います。審査通過を期待したいですね。テスラセンター。イーロン・マスク氏が CEO を務める電気自動車メーカーテスラのサービスセンターです。これは敷地内に3台設置されている
テスラの充電器スーパーチャージャーです。ショールームには赤のモデル S が展示されています。メンテナンスセンターも併設されていますね。未来 SF 風のデザインがかっこよすぎるサイバートラックも付属しています。サイバートラックはイーロン・マスク氏が登場したお披露目会で頑丈で割れないはずの窓にデモンストレーションとして鉄球を投げると割れてしまい話題になりました。レゴグループの競合会社マテルが販売しているブロック玩具のメガではテスラのサイバートラックが製品化されています。お披露目会で割れた強化ガラスも再現されているところが面白いですね。製品化される可能性はどのぐらい？テスラはガソリン車よりも環境に優しいとされている電気自動車のリーディングカンパニーです。そして CEO は Twitter 買収やスペース X でも有名なあのイーロン・マスク氏なので話題性は申し分ありません。テスラセンター全体でなくてもサイバートラックはかなりユニークなデザインなのでレゴアイデアかレゴスピードチャンピオンズからぜひ単体で製品化してほしいです。映画以外の自動車作品はレゴアイデアレビューでは審査に通過しにくいカテゴリーですが本作は自動車単体の作品ではありませんので合格する確率は 50-50 でしょうか。以上レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介でした。今回のレビューのエントリー期間は12月末まで続きますので追加があればまた動画で紹介します。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介はスタッツ公式サイトで最速で更新していますので動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへはこの動画の説明欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。